こんばんは。今夜も一緒に眠りましょう。目を閉じて、ゆっくり息を吸って、そっと吐きましょう。今夜のお話は、笠地蔵です。昔、あるところに、優しいおじいさんとおばあさんが暮らしていました。二人は貧しかったけれど、いつも仲良く助け合って暮らしていました。ある年の大晦日、おじいさんは傘を5つ作りました。これを町で売ればお正月のお餅が買える。おじいさんは傘を背中に背負って雪の降る町へ出かけて行きました。雪、雪、雪。空から白い雪がしんしんと降り続けています。町に着いたおじいさんは、傘はいかがですか？暖かい傘ですよ。と、大きな声で呼びかけました。しかし、雪の大晦日には町に人があまり出ていません。誰も傘を買ってくれませんでした。夕方になっても傘は一つも売れませんでした。おじいさんはしょんぼりと肩を落として、今夜のお餅は難しいかな、とつぶやきながら家へ向かいました。帰り道、あたりはしんしんと雪が積もっています。道のそばに6つのお地蔵様が並んで立っていました。お地蔵様たちは頭も肩も雪に埋もれそうになっています。まあ、お地蔵様がこんなに冷たそうに、かわいそうに。おじいさんは立ち止まって、それぞれの
お地蔵様の頭の雪をそっと払いました。そうだ、この傘をかぶせてあげよう。おじいさんは売れ残った傘をお地蔵様の頭に一つずつかぶせてあげました。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。ところが、お地蔵様は六つあるのに、傘は五つしかありません。あれ、一つ足りない。おじいさんはしばらく考えて、それから自分の頭に巻いていた手ぬぐいを取って、最後のお地蔵様の頭にそっと縛り付けてあげました。これで暖かいでしょう。お地蔵様、良いお年を。おじいさんは手のひらを合わせて、6つのお地蔵様にお辞儀をしてから、手袋もしない手で雪道を歩いて帰りました。家に帰るとおばあさんが待っていました。おじいさん、傘は売れましたか？おじいさんは正直に話しました。いや、一つも売れなかった。でも、帰り道に凍えていたお地蔵様に、傘をかぶせてきた。手ぬぐいも一つ使ったよ。おばあさんは静かにうなずきました。そうでしたか。それはよかった。お地蔵様もさぞ喜んでいらっしゃることでしょう。お餅はなくても2人でお赤飯がありますよ。その夜、2人は粗末な夕げを食べて、早くに床について眠りました。しんしんと雪が降ります。しんしんと、しんしんと。
夜が更けた頃、遠くの方から何やら大きな声が聞こえてきました。どっこいしょ、どっこいしょ。どっこいしょ、どっこいしょ。その声はだんだん近づいてきます。そして家の前でぴたりと止まりました。ずしん、ずしん。何かを下ろす音がしました。やがてまた声が聞こえました。傘のお礼じゃ。傘のお礼じゃ。その声が遠ざかると、あとはしんと静まり帰りました。夜が明けておじいさんがそっと戸を開けると、家の前にたくさんのお米、お野菜、お餅、それから金銀の宝物までどっさりと置かれていました。おじいさんは雪の中を見回しました。雪の上には6つの大きな足跡が並んで、遠くへ続いていました。おばあさん、おばあさん。おじいさんは喜んでおばあさんを呼びました。二人は手を取り合って、お地蔵さま、ありがとうございます。と、何度もお辞儀をしました。めでたし、めでたし。お話は終わりです。今夜も優しい夢を見てください。ゆっくり息を吐いておやすみなさい。